こんにちは。こんにちは。引き続き、はいご用園さんで、はい。今回取り木ですね。はい。はい。教えていただきたいと思います。はい。まあ、この木の説明した方がどうぞ説明してください。うちのお客さんがもう何十年と、こういう杉で遊んでた方がいらっしゃって、それが去年ですかね、去年のフェスの前に一回全部うちのところに来まして、その中でこれ面白いなと思って、で Q さんに言ってで撮ってたやつですね。そうです。はい。ね、取り木を取材したいんだとお話を受けて、五葉松の普通のかなと思ったらまさかの明星明星のぼっこり。これはね難しいですよ。難しい。難敵ですよ。いやー、だからちょっとイレギュラーなやり方になるかもしれないですね。本当ですか。もうここは今度はぼっこりしなければね、一番いいのはこれ黒ですよね。そう、下は台が黒ですね。黒台のところで取ってっていうのが一番取りやすいんですけど、わかりますよ。ここで取りたいよねって話ですよね。ここで取りたいよねって話なんで、ただ接ぎ木ってやっぱり接合部分で弱いんで、なんとかね、今回くびきでやりますね。アルミの針金のくびきでやるんですけど、くびき要はここにアルミ線を食い込ませて、要はそぎ上げとか、いろいろやり方あるんですけど、一番安全安心といっても絶対じゃないですけどね、失敗する場合もあるなんですけど、これがだいぶ結構表皮がしっかりしてるんで、多分しても入っていかないと見ました。なもんで、そこにアルミ入れる場合、針金で絞る場合に細いのじゃ意味ないんですよ。巻いちゃうんで。だから太いの、もう太すぎないと思われがちですけど、この太さ、俺は 3.5 か。これアルミ線。そう、アルミ線です。アルミ線がいいです。それでやるんですけど、入っていかないっていうのが大前提。ということは、その入る分を削ります。削ります。じゃあどのラインでって言ったら、やっぱり枝の全部の枝が入るから、こう斜めですね、こうに削って食い込ませてかぶせるっていうのになるんですけど、分かりやすくね、その削るところをちょっとマジックでちょっと線をね引いていきたいと思いますけど、切ればまっすぐがいいんだけど、そうもいってられなそうな感じがする。なんか一本切った方がいいかなって思ってるんですけど、どれを切りたいですか？これ切んないと多分できないんじゃないかなと思いますでしょ。いけます。いけますか？いけます。すごい。皮が粗いところはもう剥がしちゃってくださいね、これね。なるだけギリで取りたい。ギリで取りたい。いや、なんで稲見さんかっていうところをしますと、ちょっとやってる間に、お願いします。何本か前にいつの頃だかな、広間さんがご用近寄せ上か。そうコメントいただきましたね。コメントしました。実際あれは稲見さんのところのでのご用だったっていうところで、稲見さんが取り木したんですかね。そう、私か親父かどっちかだと思うんですよ。どっちかがやった木っていうことで、それを業者の会の時にお話しした時に、1個やりたいのあるんですよねっていう話をして、でその時にやり方をいろいろ。次の作業しちゃった刃物でこうやって、これはね、ここが怖いんでちょっと慎重にやっていきますね。で理想はっていうか、絶対なんですけど形成層までね、入るように。途中でだから中途半端でそう終わらせないで、ザクッといくと、そういうことですね。グッとね。これがね、ここがポロって取れないか怖くてしょうがない。 V の字で入れてくるような感じですか？いや、環状白皮の短いバージョンみたいな感じで思ってもらえれば、だから2本入れてその間を抜いちゃうっていう感覚でいいと思います。通常の取り木は本当そのまま針金を巻いてもう飲み込みぐらいで、理想は2本なんです。これ2本入れられないんで1本で今回いきますね。いつもやってるのは言ったらこのぐらいの太さのアルミ、これアルミを巻いて1周2周して
上をギューッと絞っていくんですよ。そうすると1周目は完璧に入るんですけど、2周目が中途半端に入る。はいはい。そっちの方が感覚として出やすいイメージがあります。それ上側とか下とかあるんですか？やっぱり上がしっかり締まってた方がいいですね。上から出すんでどうしても。なるほど。で今1本目が1周終わりましたね。で2本目がだいたいこの針金の太さよりやや狭いぐらい。これだから 3.5 だからまあこんぐらいかな。こんぐらいでいきましょうかね。怖い怖い。そうですよね、台銀のところが。そうあ、ポロって取れちゃう。この接合部分が怖いんですよ。何十年経ってもそこはやっぱり弱いですから。本当だ。ここがなんか硬いんだよな。不思議だな。これでポロッと取れちゃったら台無しですからね。動画なかったことにしてもらわないと。そうですね。円の紹介だけになっちゃう。最後取り木の話しちゃってるから。そうか。向いてるんですかね。そうですね。これをこうに向いて、ちょっと浅いところは後からまたハサミがいるな。で浅いところはちょっとハサミなんかでね。いやこれいってますね。大丈夫ですね。取れる。一箇所硬いところがちょっと心配なところがあるんで、ちょっと無言になっていいですか？大丈夫です。4月にやってるやつ。今じゃないぞ。でもいいや、そっちやっててもいいですよ。今これぐるっと一周回る。これは普通に未長期ですか？青い。4月にやったやつ。青い。同じ方法だ。刃を自分の方に向けていたことになります。入ってますね。ね、八つ房系って芽吹きがいいから根っこも出そうなもんですけど意外と出ないんですよね。不思議なもんで。でそういうもののやっぱりここに継ぎ目がどうしても太っちゃったもの、とかやっぱりこういう方法の方が確実っていうには確率は低いんですけど。でも確率上げることはできます。であとこの後もう一個確率を上げる作業、ちょっと裏技というか、まあ気休めでも気休めも2個3個重なればね。そうですね。そうですね。だいたい形成層まで行きました。まあ一応ぐるーっとね、ちょっと取ってみてください。結構幅広。でここに針金入れるってことは、根が出るのこの上から出るんですね。上です。でさらにその削った色の先にもっとさらに奥にギュッと入る形。今針金切り。よいしょ。でこれで針金を入れるんですけど、ちょっと長めがいいですね。やっぱり力があまり短いと力が入りづらいんで、これを沿わせる。よいしょ。ちょうど葉っぱをちょっと外れちゃいますね。これはね厄介。でも絞れば多分入ってくると思うんだけど。よし、これで絞れば OK かな。ここがまたね怖いんだ。ちょっと指入れるんで多少目が痛んでも。よいしょ。そっち入ってますか？だいたいいいところですね。これ相手でも全然問題ないです。上から出るんで。逆に根が出やすいかも。そう。言ってしまえば軽い感情を吐く人
この愛の子、この前なんか広間さん何でしたっけ、感情白皮じゃなくてなんだっけ、これやった後に削いでなんかっていうのやってましたよね。感情白皮とそうそう量、まあこんぐらい入ってれば OK ですね、はい、この辺の余りがあってもやっぱりまっすぐじゃないんでこういうことも起こりうる。で一回切るか、ほいでこれがちょっとしたコツっちゃコツなんですけど、この上ね切りでねぐさぐさと傷つけとく。結局なんだ、根っこが出るってどういうことかっつうと、ご存知のでカルスが巻いて、それがカルスってなんだ、傷を癒す細胞って言ってなんだっけ、醤油細胞とかいうのかな、また未分化細胞とも言うんですけど、要は未分化、根っこになるか枝になるか皮になるかのそれがまだ決まっていないっていう状態ですよね。だからカルスがいっぱい巻くような状態にしとけばその確率が上がると。だから傷を治す細胞が、だから臓器なんか枝切るとその切り元に芽吹くじゃないですか、はい、それは未分化細胞が芽に変わったってことですよね。ちょっと面倒くさい話してますけど、難しい。そうで、だから、要はそこが根っこになる可能性があると。じゃあもう一つすげえ面倒くさい話していいですか。はい、サイトカイニンとオーキシンっていう植物ホルモンがあるんですけど、サイトカイニンの濃度が高いと芽が出やすい、でサイトカイニンの濃度が低いと根っこが出やすいんですよ。でサイトカイニンっていうのは根っこで形成されて上に上がってくる、でオーキシンっていうのはそのサイトカイニンのを抑制する働きがあるんですよ。じゃあそうか、根っこが出やすくなる条件が高くなると。でじゃあそのオーキシンっていうのは目先で形成されるんですよね。っていうことはこっちが元気なら元気なほど、強ければ強いほどその根っこが出る確率が上がる。でこれポットでやりますね、ポットでね、はい、でここに切って、これはまあね説明するまでもない。だからあれですよ、葉水は重要ってことですよね。これ一回ここで、いやいつもすげえ簡単にやってるのにすげえ緊張してるとなんかカメラ2台います。カメラ2台かな。いつも何も考えないでやってるのに、あれ俺どうやってたっけって感じ。多少埋まっちゃってあれになるかもしれないですけど、途中何個切り目入れときましょう、枝のところ。でグーッと上げたい、グッと上げたい。枝のところを避けるような形になるようにが一番いいですね。もう深ければ深い方がいいんで、良さげですね。で今回これ本当にすぐ出るようなやつだったら軽石でね、軽石だけでやって上に水苔やってすぐ出たら植え替えるようにできるんですけど、これちょっと長期戦の匂いがするんでカヌマに使います。カヌマです。もう多少こぼれるのはもう気にしない。下抜けてんな。下抜けてるからちょっと絞りますわ。よくやるの水苔じゃないですか。水苔でやらない理由とか。水苔はやっぱり土用の根っこの新しい根っこっていうのはすごい折れやすいんですよね。で水苔でやった場合にやっぱり水苔全部取んなくちゃいけないじゃないですか。その取るときに外した後のでその時に水苔を外すときにせっかく出た細い若い根っこがポロポロ折れちゃうんですよね。なもんで水苔よりやっぱり軽石とかカヌマ、赤玉でもいいんですけど、カヌマの方が私は成功率は高いと思います。カヌマの方が保水性高いですか。これ乗っちゃってみっともないような気もするんですけど、とりあえずけどね、取り切りできなかったらどうしようもない気がする。そうね、これをできたらすごい気になりそうですけどね。こういう気はダメ元でやった方がいいですよね。ダメ元ってね、いかにもダメな感じで
感じですね。入った感じは全部かぶってるかな。もう一回確認します。傷のところは全部乗りましたね。でこれ頭でっかちなので、さっきも言った通り接合部分がね、接ぎ木の部分が怖いんで、これつっかい棒でね支え一本で大丈夫だよ。これやっぱり怖いですもんね、話すと。耐えられない。そう、耐えられない。だなってことですね。降りてきちゃうか。降りてきちゃったな。もう一回ちょっと入れ直しますね。はい。縛った後に。突然来て、こんなことお願いしてすみません。いやいや、これはね、なかなかの難問ですよ。もう本当はね、半田君にやってもらおうかと思ってたけど、せっかくやり方を教えていただいたので、普通の声だったらもっと簡単ですよ。支えられた。本当はやっちゃいけないけど挟み口。で、さっき抜けちゃった部分にもう一回足して、あとアルミ見えないですよね。大丈夫そうですね。そしたらこれはね、流れ出し防止と保水も兼ねて水ゴケ。上だけですね。上だけ。ちょっと細かめにした方がいいかもしれないね。これあれですよね。これ積んで車で帰るんですよね。そうですね。振動怖いな。揺れてました。ねこれあれだな。もう一本やっとこうか。これはさすがにちょっと怖い。とこれ下がってきちゃってるもんね。これはなんか幹と固定したり、そうそれでもありです。あとは降りないように上げた下で一アルミでね。そうそれもやっとこうかな。念には念を入れて。降りてほしくない部分で用心するか。ちょうどここに枝があるんでね、本当はここまで来ててくれれば落ちないんですけど、本当撮影されてるとこんなに緊張するもんなんですね。緊張してるんですか？緊張してますよ。いつも撮影してるじゃないですか。でもなんかね、あそこは緊張してないんだよな。Q さんだという緊張してる。これ巻いとくだけで大丈夫だ。ぐらいで全く喋れないですよね。カンタ君は、これで落ちないかな。落ちない。やっぱまた出ちゃったな。だからもう一回紙を足します。これおやさん落ちてきちゃうんだわ。細いから。右で。巻いた。そうだね。そのやり方もあり。2人とも大宮で修行した。そうですね。ここだけなんだよな、出ちゃうのな。ぐるーっと細いので巻いてる。あとはもう水ゴケで完全に押さえちゃう。それが結構やりますか？もう素材があれば、それこそ昼間さんが10年前に買ってくれたってあれ、あの時はちょうど未生の木で剪定をうちじゃないですよ。うちじゃないですけど、剪定を怠ったがゆえに車枝ができちゃってる素材っていうのがいっぱいあったんですよ。でそれね、車枝取っちゃ二枝とか三枝にして正当に作っていくよりも、そこは膨れちゃってたんで、取り消して株立ち作った方がいいんじゃないかって言って、あの時50鉢ぐらい作った、のうちの1本を10年前に昼間さん買ってくれた。じゃあ元はそんなに太くなかったんですか？あんなに取り消した時は枝の車枝。そうそんなもん。それがあんなに太るんですか？そう。その残骸がいくつかあります。そうですか。後で見ます？はい。とりあえずこれで完了。ありがとうございます。で、取り消したことを忘れてください。2年ぐらい。2年。はい、忘れてください。忘れました。もう忘れました。忘れました。大丈夫。理想はね、この下からね、下から根っこがちょろっと出たら最高ですけど、いかんせん明星、さてどうなることかっていう感じ。なんかその取り木をこうしたものでの重要なポイントとか、さっきのその忘れるっていうのも重要ですけど、その他に管理の上で考
考えていった方がいいとかありますか？そう日の当たりをまんべんなくであとは極度の乾燥は避けた方がいいよね、この上の部分が下はある程度乾かしても構わないですけど上はなるだけ常に湿度を保ってるぐらいな根っこが出るまでは特にこの木が置いてあるのケンさんの棚なんですけど、ハウスの中なんですよ。ハウスはよした方がいいですか？風通しは頭がいいね。でも風通しいいよね。風通しはいいはず。冬の夜は冬はどうだ。泣いた方がいいね。ちょうどいい。じゃあ日に当たった方がいい。で葉水とにかく大丈夫そうですね。でこれ明星だから伸びないと思うんですけど、取り木生栽中はもう伸びても構わないから葉水バンバン。で日はガンガン当たった方がいい。でも今の真夏のガンガンはやべえかも。半日陰に逃がしてあげた方がいいから。なぜ那須塩原の感覚とね、お宮の感覚だいぶ違うから。なるほど。っていう感じかな。ありがとうございます。いい。これで本当だったらすぐ水やるんですけど、水やって重くなっちゃうと帰り大変だと思うんで、今水いらないからね、とりあえずはこのままで持って帰って帰られたら水たっぷりやってもらった方がいいと思います。色が変わるから、色が黄色くなるから。そしたら今度青くなったら出たっていう。で青になったただ大体出てることが多い、絶対じゃないですけど、そういう判断の仕方もあります。じゃあもうでもそれはね、1年の中でそうなる。でもまあさっきも言ったように何年かかるかわからないんで、来年かもしれない。来年かもしれない。再来年かもしれない。5年後かもしれない。しかも忘れちゃってるからね。そう忘れて。そう。で本当に充実した根っこが出ると下が丸々枯れる場合があるんですよ。もう十分なんで、これはこれがあるから大丈夫かもしれないですけど、そしたらもうある程度ね。あと鹿沼でやりました。鹿沼でやったんですけど、さっき言ったすぐ出るやつの軽石でやったら当たり前ですけど、ほどいたらザラーっと軽石が流れちゃって、そのままそっと入れて土をサラサラっと入れればいいんですけど、鹿沼でやった場合は根っこがで取って植えるときにこのまんま植えてください。鹿沼ごと植える。でその新しい大きい鉢で出た根っこが充実してから抜いて、次の植え替えの時に鹿沼を根こそぎ取る。鹿沼が残ってるっていうのはあまりいいことないんで、だけどもなんで鹿沼のまま植えるかっていうと、さっきなんで水苔でやらないのかと同じ理由なんですけど、鹿沼って粒がある程度になると固まるじゃないですか。でそれで根っこだけ残してやろうと鹿沼その場で取ろうと思うと新しい根っこを巻き込んで落っこっちゃうんで、なるだけ今ある根っこを大事にしてやって鹿沼でのまんま植えて、根っこが十分なほど出た時に鹿沼を初めて取るっていう段階を踏んだ方が木にとっては必ず絶対に安全。とにもかくにもね、根っこが出てくれることをね、まず出ること、忘れることと祈る心私宗教は信じてないですけど、祈る心が大事です。祈りの心だ。そう言霊です。言霊、お前は出るんだぞってね、でも忘れるっていう矛盾したことをやらなきゃいけない。そのところですかね。はい、ありがとうございます。とりあえず取り木はこの辺で。じゃあ今日は前にやったやつ。じゃあちょっと持って見せていい？意外としっかりしてね。昼間さんが買ってくれたやつの同級生で何にもしてないやつがいる。それもそうだ、こっちの方がいいよ。どっちもいいんだけど。これね。うわ、すごい。ほら。でも株立ちだな、これ。そう。同じです。昼間さんのやつと同じです。で、このですね、また草生えてるね。このぶっといやつなんか抜いちゃってね、細いのに作ってもいいし。で、面白いのがこれ今こうやって株立ちってやってるじゃないですか。で今うちなくなっちゃいますと石付き、立ち石にこうつけちゃうんですよ。でこっちの方はいるいらないをなんとかして頭にしてね。だからこういう石にこうつけちゃって、こっちをこうやって頭にしちゃって、本当に糸圏外みたいな
風に作るのも容易にできる。なるほど。それやってなんか、うん取り木外した後石付きにするのがいいって前に木村先生が言って石付きにして、あそこまでのあれじゃないですけど、石もあんまり良くないんだけど、これも取り付けてくっつけたやつですよ。これ。へえ。ほらほら。これを取り木外してすぐくっつけたんですか？それともやっぱり取り木外して、さっきも言ったように、ある程度やっぱり取り木外した時に上よりもやっぱり根っこの量って少ないんですよ。だからやっぱり一回鉢に入れて根っこを充実させてからですね。なるほど。耐えられるように。石で温まればね、根っこの出るのも促進されるし。なるほど。そう。バイオにいいとか言いますよね。やっぱり太りもいいし、芽吹きもなんかいいような気しますよ。石付きの方が。そう。熱なんですかね。熱ですかね。だから本当に普通に株立ちでね、本数減らしながら普通に株立ち作ってもいいし、それも全く同じ。本当だ。どうですか。ね。で正直これ一回お客さんに入って、お客さんもどうやって作ってやろうかなって言ってね悩んでたんですって。でお客さんって10年経ったんですけど、10年経っても思いつかねえから返すっつって帰ってきたやつ。そのぐらいありすぎてね、本数が多すぎてどうしていいのかわからない。だから本当にどうにかしてやろうっていう作る意欲のある人にはすごいいい素材。低いから難しいですよね。これそう高さが。でだからうちで作ってやろうかなともこの後思ってもいるんですけど、そういう意欲のある人に遊んでもらうのも一つかなと思って、今五葉松ね何もできないですから、ちょっとその辺ちょっと考え中なんですけど。意欲どう？これいいですね。意欲どうですか？ここに。今年ちょっとね弱いんでね、元気ではあるんですけど。これをだから、要はこっちを頭にする、正面にするとすごい奥が広くなっちゃうってことですよね。そうね。だからもしかしたらサイドにしてっていうのも一個あるんですよね。もしくはこの高さが強すぎるからもう今主だと思ってるやつをもう切っちゃってそういうので作っていくか。だからもう考えればキリもない。でもどれも正解になりそう。どれも正解になりそう。そう。どうですか？いいですか？いいですか？だから本当にね未消しててもうほっといちゃって車枝になっちゃったってやつを取り木してここに作って、もうそもそもがちっちゃい株立ちの御用って欲しいねって話をしてて、ないよねって、ないどうする？そしたら作るしかないよねってから始まったやつなんで。なるほど。だから、この間ちょっとお話しした時も、優等生の木からはできない。できない。なかなか今はこういう木がないっていう。確かにね。意図的に車枝作るっていうのはなかなかねできそうでできないですから。そうですね。放置されてるようなやつじゃないと。さっきの動画でも言ったうちの園紹介でやってもらった作ってる模様着系を作ろうと思って作ってると副産物でこれはできないんですよね。そうですね。できない。だから誰かが未消してて失敗してくれる人がいればできるんですけど、なかなかね。なるほど。すみません。はい、なんでしょう。取り木の時期はさっき言ったように何年もねかかるんで、いつやってもいいっても言いつつ、梅雨時今ぐらいが最適期です。一番最初のね刺激っていうか出る勢いがある時期。雑木もそうですよね。雑木の取り木もやっぱり今時期で、それね植え替え時期とかは雑木と御用違いますけど、取り木に関しては同じ時期。なるほど。今時期でもいつでも大丈夫じゃないですね。そうそう。なるほど。であとはああいうふうにあんまり肌が荒れてないとか若い木だったらいいんですけど、ある程度古くなった木で取り木かけたいって時は、盆栽界で絶対基本的にはやらないですけど、皮をバリバリ剥いて荒れてるやつは全部取ってからやらないと。なるほど。やってみたいですけどね。
いやね、タブーですもんね。タブーをやって悪いことしてる。なるほど。ね、荒れた木で上も結構荒れかけてるんだけど、この頭15センチ20センチでかいなって切り戻したいなってところ切っちゃえばね、それまでですけど、そこを取りかけるっていう時はやっぱり肌荒れ取ってかけてってやるのも一つ。まあ2年から3年ぐらいはかかるっていう覚悟のもとですよね。そうだからもともとはただ切って捨てちゃうところをダメ元で取りかけるっていうのが、できればすごいのできますから、そうですね。そうで取り木だと粘りも良くなりますし、だから、波長のいい形の悪い盆栽を探してきて、取り木かけまくればいいのできちゃう。いいのができる。そういう買い方もね、ありかもしれない。ただ欲張って2段取り木するとダメ。そういうことですね。ここにかけてここにかけてってやると上しか取れない。これはね分かってたんだけどやってみたんですよ。やっぱ案の定ダメでしたね。それは臓器も一緒。臓器も一緒。臓器もこう枝でこう取るんですけど、こう取るとなるほど。大概ダメ。2回こことここ取りたいんだったらここ取ってからここ取ってやっぱり2段階にしないとダメですね。2年に分けて。はい、というわけで、私の木を取り木していただきました。申し訳ございません。ありがとうございます。非常に勉強になりまして、で実際やってるところを見ると、自分でもできそうだなっていうところで、また次に伝えにいることもあると。そんな難しいことじゃないです。そうですよね。あとは出るか出ないか。あと忘れること。忘れること。そういう感じで、稲見さんに教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた結果は2、3年後にお伝えしようと思いますので、なんとか出てくれることをお祈り。氷川神社にお参りしてください。ちなみになんかお知らせとかあるかなと思って。お知らせ。じゃあ北関東防災組合の YouTube の紹介していいですか？どうぞ。いいですか？うち北関東防災組合というのにも入ってるんですけど、そちらでもQさんには及びませんが YouTube チャンネルやっておりますんで、拝見しております。ありがとうございます。大概私はふざけてますけどみんな真面目にやってますのでぜひご覧いただければと思います。北関東防災組合 YouTube チャンネルよろしくお願いします。はい、お願いいたします。概要欄のリンク載せておきます。ありがとうございます。お願いします。じゃあすいません。本日はありがとうございました。ありがとうございました。すいません。